新幹線。それは私たちの生活をより便利にしてくれる存在。新幹線。それは沿線地域を活気づけてくれる存在。1964年、日本初の新幹線路線である東海道新幹線が開業。それ以来、日本中に新幹線の路線網が拡大していきました。多くの人々の期待を背負って開業してきた各地の新幹線。日々、人々の生活の足として全国を駆け抜けています。時には、人々に勇気や希望を与えることも。新幹線はそれだけ重要な役目を担っているのです。そんな中で、2022年秋。また、新たな新幹線路線が誕生しようとしていました。この新幹線路線もまた、多くの人々の期待。そして同時に、多くの課題を抱え込んでいたのです。2022年9月23日。西九州新幹線、長崎武雄温泉間が、開業の時を迎えます。新幹線の沿線では、西九州新幹線の開業に向けた様々な準備が行われていました。ところが、無視できない問題が。この西九州新幹線の建設に、佐賀県が猛反発しているのです。そのため、西九州新幹線の高架橋は、武雄温泉駅で途切れたままの状態に。佐賀県内の整備方式が決まっていないためです。なぜ、新幹線の建設に反対しているのか。その理由は、一言で言うと、失われるものが大きい、というものでした。一方、国や長崎県などは、新幹線の建設は、西九州全体に大きな効果をもたらすとしました。新幹線推進派と反対派、両者は対抗関係に発展。そして、互いに一歩も譲らぬ熾烈な論争に。この問題に解決策はあるのでしょうか。6000億円もかけて作った。あの強大な鉄路は、壮大な無駄となる。2022年秋、長崎への道はどのようになってしまうのか。西九州新幹線の波乱万丈に迫ります。2022年秋、長崎の地で新たな新幹線路線が産声を上げようとしていました。西九州新幹線と名付けられたこの新幹線路線。2022年9月現在は長崎駅を起点とし、諫早、大村、嬉野を経て武雄温泉まで至る路線ということになっています。こちらは長崎市の中心駅であり、新幹線の終着駅となる長崎駅です。開業が間近に迫った2022年の夏、すでにコンコースや新幹線ホームなどの工事がおおむね完了していました。
市内では新幹線用の高架橋などが建設されていました。2022年秋の新幹線開業に向けた準備がいよいよ大詰めになっていたのです。それと同時に新幹線の沿線自治体は新幹線の開業によってもたらされる経済効果や地域活性化といった恩恵に胸が高鳴っていました。そう、沿線自治体にとって西九州新幹線は待望の存在だったのです。一方、こちらは西九州新幹線の駅の一つである武雄温泉駅です。この駅でも2022年秋の開業に向けた工事がほぼ完了していました。しかし、武雄温泉駅から佐賀、博多方面に進んでみると、そこにあったのは、なんと途中で途切れてしまっていた高架橋だったのです。実は2022年9月現在、武雄温泉駅から東側をどのように整備すればよいのかが決まっていません。なぜこのような状況になったのか。歴史的経緯からその要因を探っていきます。時は1964年。この年には東京でオリンピックとパラリンピックが開催され、日本中が大盛り上がりを見せていました。そしてもう一つ、東海道新幹線の東京新大阪間が開業したのも1964年のことでした。当時、こだまなどの在来線特急が東京大阪間の鉄道移動の主役でした。ところが、東京大阪間の鉄道利用者数は右肩上がりに急増。在来線の輸送能力は逼迫寸前となっていました。そこで東京大阪間に高速で列車を走らせることができる新線を建設しようという計画が立案されました。これが東海道新幹線だったのです。ところが、当時新幹線は不要であるという声が相次いで上がっていました。挙句の果てにピラミッド、万里の長城、戦艦大和に次いで新幹線といういわゆる世界の4バカとまで揶揄されるようになってしまいました。当初は不要論が先行していた新幹線。ただ、開業年である1964年には、なんと約1100万人もの人々が利用したといいます。加えて、新幹線はその高速性や安全性などから利用者から圧倒的な信頼を得ることになります。このような東海道新幹線の成功例もあり、新幹線の恩恵を全国に広めようとする動きが出てきました。そして1970年、国は全国新幹線鉄道整備法、いわゆる全貫法を制定しました。この全貫法により、東北、北海道、北陸、そして九州の各新幹線の整備計画が策定されました。2010年には東北新幹線の東京新青森間が全通を果たしました。さらに2011年には九州新幹線鹿児島ルートが全通。着実に新幹線網は広がっていきました。
そして、2022年現在、北海道新幹線、北陸新幹線で、全通を目指した工事が、日々行われています。その、全国新幹線鉄道整備法がきっかけとなり、整備が決定した西九州新幹線。ただ、もう一つ、大きなきっかけがあったと言われています。そのきっかけというのが、こちらの、陸奥と呼ばれる原子力船。当時としては珍しい、原子力を動力として航行することができる、画期的な船でした。ところが、1972年、試験航行中に放射の漏れが発生。修理のための港を探すこととなりました。多くの港が入港を拒否する中、1976年、佐世保港での修理受け入れが決定。交換条件として、その翌年、陸奥年初にて、佐世保付近を経由する新幹線路線の優先着工が決定しました。1972年に、陸奥年初により策定された計画では、長崎を起点とする新幹線は、諫早、大村、羽生、武雄を経て、博多方面に向かうことになっていました。ところが、国鉄の民営化後、計画を大きく変更。羽生を通る予定であったものを、嬉野を通るルートに変更されました。そして、ルートも決定し、いざ新幹線の着工へ。と、思いきや、ここで、西九州新幹線は、大きな壁にぶつかることとなりました。西九州新幹線の着工に、待ったをかけた存在。それが、佐賀県でした。その言い分は、至極真っ当なものでした。2021年、佐賀県知事は、このように発言しました。新幹線の整備を求めたことはなく、現在も求めていない。と、新幹線計画に反対する姿勢をあらわにしました。では、佐賀県が新幹線計画に反対する理由には、どのようなものがあるのでしょうか。西九州新幹線は、全国新幹線鉄道整備法により計画された新幹線、いわゆる整備新幹線として整備されます。整備新幹線は、西九州新幹線以外にも4路線存在します。その4路線は、ある条件のもと整備されてきました。その条件というのが、整備新幹線の整備の際は、地元自治体も建設費の一部を負担しなければならないというものでした。西九州新幹線の佐賀県内の区間を整備するためには、およそ6200億円が必要だとされています。そして、総額6200億円の負担割合は、このようになります。地元交付税の割合が 50% と仮定すると、佐賀県の実質的な負担割合は660億円に上ります。つまり、新幹線を整備する場合、佐賀県は660億円の拠出が必要となります。ただ、仮に660億円を拠出して、佐賀県内に新幹線を整備した先にも、佐賀県にとってさらなる不安要素があったのです。全国新幹線鉄道整備法では、運営者である JR の負担を軽減するため、JR は新幹線に並行する在来線を経営分離できるとされています。万一、
佐賀県内の並行在来線が JR から経営分離されると、どうなってしまうのでしょうか。その場合、JR からの経営分離で、並行在来線の維持が県に求められるようになり、佐賀県にとっては、さらなる財政負担を強いられる要因となりかねません。ただ、新幹線反対の理由は、財政負担だけではありません。こちらは、県庁所在地に位置する、佐賀駅です。この、佐賀駅、特急かもめ号などを含む、全旅客列車が停車する、いわゆる主要駅の役割を果たしています。朝の通勤時間帯、かもめ号などの特急列車で、博多方面に向かう通勤、通学客が多く見受けられます。そんな佐賀駅、博多駅からの所要時間は35分程度と、通勤、通学には適した立地となっています。佐賀市はいわゆるベッドタウンの役割も果たしているのです。そんな博多方面への通勤、通学客の多い佐賀駅。もし佐賀駅に新幹線が乗り入れるようなことがあると、どのようなことが起こるのでしょうか。佐賀県内を駆け抜けるかもめ号や緑号などの特急列車。新幹線が開業すると、それらの特急列車は廃止もしくは減便。その上で、新幹線に置き換えられるというケースは珍しくありません。新幹線の開業で、それまで通勤や通学のために特急列車を使っていた人々の生活の足は新幹線に切り替えられると思うかもしれません。まず、特急料金の面で大きな懸念が生じることになります。新幹線は在来線特急の料金と比べて高額な新幹線特急料金を徴収します。ここで博多駅から佐賀駅までの推定運賃を比較してみましょう。特急かもめ号の自由席特急券は1130円。対して新幹線の自由席特急券は1260円。つまり実質130円の値上げとなります。では、実際に新幹線が開業すると、どれほどの時短効果が出るのでしょうか。博多駅から佐賀駅の在来線特急と新幹線の所要時間を比較してみると、まず、在来線特急列車の場合、博多駅から佐賀駅までの所要時間は35分程度となっています。それが、新幹線が開業すると、所要時間は20分程度になることが予想されています。つまり、新幹線の開業によって、15分の所要時間短縮を実現できるのです。ただし、15分程度の時間短縮のために、660億円の財政負担が必要なこと。並行在来線の JR からの経営分離のリスクを背負っていることもまた事実です。このように新幹線の建設によるメリットがほぼない佐賀県は、整備新幹線の計画当初から一貫して新幹線の建設に反対し続けてきたのです。その一方で、国や JR、長崎県などは、新幹線の建設を推進したい考えでした。新幹線推進派が、新幹線整備を推し進めたいわけ。それは、新幹線を整備すると、新幹線による大きな恩恵を享受できるからだったのです。具体的には、新幹線の開業で、所要時間の短縮など、利便性の向上を図ることができること。また、
ビジネスで訪れる人々や観光客など、交流人口の増加に期待できるということです。そうなれば、大きな経済効果、地域の活性化などを実現できると予想されています。そうした要因から、新幹線の整備を望む新幹線推進派。ただ、佐賀県が新幹線整備に反対する以上、佐賀県内に新幹線を建設することはできません。新幹線の建設を推進したい国や JR、長崎県、県内の新幹線建設に反対している佐賀県。両者の間で主張がぶつかり合いました。この状況、どう打開すべきか。新幹線問題の解決に向けた模索が始まりました。地域活性化などの要因から新幹線の整備を進めたい推進派。多額の財政負担などの要因から新幹線の整備に反対する佐賀県。両者の主張を考慮しつつ整備する方法はあるのでしょうか。整備方式を検討する中で、この問題の解決に有効と思われる方法が浮かび上がってきました。まず、長崎駅から武雄温泉駅までは、計画通りに新幹線路線を建設します。このうち、嬉野温泉駅から武雄温泉駅までは、佐賀県内を走りますが、佐賀県は、この区間に関しては妥協し、建設を認める姿勢を示しました。そして、武雄温泉駅から博多駅の間は、在来線に乗り入れる方法をとり、新幹線路線は建設しない方針です。こうした方法を取ることによって、佐賀県の懸念事項をおおむね解決できる。そのように思われていました。しかし、この計画を阻む、とある要因が。こちらは、在来線を走る列車です。ここで注目すべきはレールの幅。在来線では、狭軌と呼ばれる、線路幅 1067mm のレールを採用しています。一方で、新幹線では、高速走行時の安定性を高める狙いから、標準軌と呼ばれる、1435mm の線路幅を採用しています。こうした線路幅の違いから、通常の新幹線と在来線の間では、直通運転をすることができません。目の前に立ちはだかった大きな課題。解決策の検討は振り出しに戻ってしまうのか。しかし、そのような中で解決の糸口が見つかりました。その解決の糸口とは、このスーパー特急という方式。この方法では、狭軌で建設した新幹線の路線に高速走行ができる在来線特急の車両を乗り入れさせます。スーパー特急方式では、時速200キロで走行することができる在来線特急の車両を使用。新幹線と同じく速達性や利便性を確保することができます。この方法を取ることにより、この新幹線問題は万事解決するのではないか。そう思われていました。ところが、続けざまに新たな問題が浮上してきたのです。その問題とは、新幹線が開業する前まで数多くの特急列車が駆け抜けていた在来線。新幹線が開業すると、それまで走っていた特急列車が新幹線に置き換えられるというケースは珍しくありません。そうなってしまうと、
並行在来線はいわゆる特急街道から行って赤字路線になってしまう恐れがあります。こうした状況に対して国は運営者である JR の負担を軽減するため並行在来線を JR の路線から経営分離してもよいという決定を下しました。そして今回の西九州新幹線の開業、これにより長崎本線のうち江北諫早間が並行在来線に指定されました。こうなると JR から経営分離されてしまう恐れが出てきます。岐路に立たされた並行在来線とその沿線自治体、とある自治体は並行在来線への指定によりある危機感を抱かざるを得ませんでした。次回、整備新幹線の闇、並行在来線問題。長崎本線の運命やいかに。